皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。今日の動画はジャイロのセットアップ方法を動画にしてみました。仲間のラジコンがシェイクダウンということで、そのマシンを一からセットアップしていきます。ジャイロのセットっていうのは正解がなくて、人それぞれ好みがあったりとか、丁寧にセットアップ手順、方法を解説している動画がなかなかないんですよね。なので少し長い動画になると思いますが、最後まで見ていただければ、初心者がセットアップする際の参考になると思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。シェイクダウンですね、今日。おお、いいね、かっこいいじゃん、これ。何これ。何ですか、これは。これ MC2 コンバ GRK の MC2 コンバ。高級なあれだね。高級シャシサッシだね。で、ステッカーが貼っちゃってるけど、見えるかな。CT701 と、ここもちょっと見づらい。見づらいね。GYD550。あるある。で、ちょっとまず、ジャイロのセットっつっても、初心者とか上級者、あと好みもあるので、一概に正解はないんですけど、ないね。一応基本的なやり方と、我々の自己流といえば自己流自己流自己流の、ジャイロのセット、でちょっと今日は初心者に振ったジャイロセットにしてみようかなと思います。オートマチックにドリフトできるような感じでしてみたいと思います。でまずちょっとジャイロセットする前にまず大前提の話があるので、ちょっとそれをしていきます。まずジャイロセットする上で、必ず回るとこは回って動くとこはちゃんと動いてっていうことができてることが大前提になるので、そうだね。例えばこのねタイヤがこうくる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 ってね、回って変に止まらない、ベアリングがダメだったりどっかに当たってるとすぐ止まっちゃったりするので、こう回した状態でこう全開に切ってどこにも当たらないよとか、こっちも当たらないですね。タイヤ回ってるっすね。回ってる、大丈夫ね。回ってますね。っていうことがまず大前提。回るとこもあります。でこれがタイヤ止まっちゃうと急にそこで車が巻いちゃったりすると、ジャイロがいけないのか車がいけないのか分からなくなっちゃうからね。っていうところがまず一つ。はい、あとは足ですね。ちょっと今取りましたけど、こういうアーム類が手を離すと、ちゃんとスムーズにスルスル動いて、こいつが手離しても途中で止まったりすると、きつかったりするので、今ちょっと止まってたね。大丈夫かな。こういうふうにスムーズに動くと、これアッパーアームだけじゃなくて、タイロットとかローアームとか全部一緒です。アーム類すべてだね。まず横の電源を入れます。はい。でモデルは選ばれているのでちょっとこのままにしておいて、次にアンプの電源を入れます。はい、だね。はい、そうするとジャイロが離すとキャッ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 って動きます。はい。でこの状態でまずプロポを回していくと、左にハンドル切れるんですけど、ちゃんと右左が合ってることを確認してください。大事だね。はい、右と右、左に切れてる左、これ意外とリバース乗ったりするそう逆に切れてるとダメです。はい。でまずこの状態で、そうするとこのサーモが動いてステアリングを切るんだけど、こいつがどこまで切っていいか分かんないから、まずジャイロに、リミットポイント、ここからここまでしか動かしませんよってことを教えてきます。ホームボタンの下のボタンを押すと、データリスト GYD550 につながるので、これでワイヤレス1を押して、はい、つながります。そうすると基本データとジャイロデータ1なんで、基本データを押すと、ここにリミットってあります。これが今 100% なんで、多分 A が右だった気がする。そう、これね、どっちか分かんなくなるよね。でこの A の数値を下げていきます。一応下げていくんだね。下げる。これでいいんだね。A が見えるか、A がこれ左側にあるんだけど、これ右に来た場合、これあくまでノーマルの場合ね、リバースの時逆になっちゃうから。でこれで 41% とかにすると、見えます？全開切れてないですね。全開切れてないね、こっちがね。当たってない。これで今ちょっと数字を上げてきます。こ
切れてきた、切れてきた、切れてきた、切れてきた。切れてきましたね。どう一応切れないかな。そうかな、こんな感じ。こんな感じだね。そうすると今 53%、53% です。すごいねこれ。はい。じゃあこれ同じようにこの左側。左側もね、同じ頃ですね。これ 100% なんで、はい、こんな感じですね。でここからじゃあまた左にこのステアリングのハンドルを切った状態でこれをこう筋を上げていくとだんだん切れるね。ステアリングを全体切った状態で上げていくと、はい、当たってるかな。当たってる。ということで、リミットとしては、まあ、サーボが 100% こうサーボがこう 100% 手が、サーボがこう 100% 動くとこの、右側 A の方が 53%、B の方が 43% 動いたときに、この車の、ちょっとこのナックルのストッパーが当たりますということになります。最大切れ込み。はい、でこれでまずじゃあ書き込みをしていく。はい、これで書き込み。これで OK、一応 OK ですね。これ以上切ろうとして無理な力がサーボにかかなくなるんで、まあ、サーボが発熱したり寿命が短くなったりってことが、まあ、なくなるわけじゃない。リスクが減るってことだよね。リスクが減るってことです。はい。でそしたら次一回ホームに戻って、ホームに戻って、次にエンドポイントっていうのを設定していきます。でこのセットアップメニューエンドポイント、今100、100ってなってますけど、こんな 100% 切らなくても、ここでハンドル全開切れるんですよ。はい。で、これでもう全開切れちゃうので、こんなに100なんていらないので、ちょっとずつこれも下げていきます。そうすると今55まで下げて、そうすると全開切れないね感じなので、ここから数字をまたちょっとずつこうやってプラスで上げていきます。でタイヤ見ながらいくと、プラスで上げていきます。こんなもんだね。そうするとこのステアリングを全開切った時にちょうどステアリングが全開切れる状態になります。ステアリングとこのあれだね、ハンドルのプロコの方とこのステアリングの方をリンクさせる感じだね。そうね、ちょうどいい感じ。で次はこいつ右側も逆だよね。数字を落としていって、よいしょ。これも一緒ですね。今55まで下げると全開切れないので、ちょっとずつ上げていきます。こんなもん？そうだね。結構ずれたね。ちょっとずれたね、かなり。結構69の80。そう。まあこのステアリングラックの状態だったり、まあサーボの位置だったり、いろんなものがコードで、まあずれない場合が、まあ一番いいんですけど、まあちょっと今この車の場合はかなりずれちゃってるんだけど、69の82がまあエンドポイントの一番いいところです。はい。これでまず最初の初期設定が完了。そうですね。で、まずジャイロの状態だと最初初期設定が50なので、まあちょっとこれじゃ低いかなっていうところもあって、最初まあ100との間で75ぐらい。そうだね。で、とりあえずこれもう一回乗ってみましょう。乗ってみましょう。これでどう？今走ってもらったんですけど、まあ、ジャイロは効くけどコーナリングの最後でちょっと巻く傾向が若干あるので、まあ、まずそこをやりましょう。でどうするの？ガーマンかな。ガーマンが最後はちょっとみんな知ってるかな。ちょっと開き気味に最後なってるかもしれない。みんな知ってるこれ。ガーマンってわかる？ガーマンちょっとやってみましょう。じゃあちょっと上から撮ってもらっていい？じゃあ上から撮るよ。まあ今ほぼ糖がゼロに近い状態です。静止の状態で。で、まあ、これを切っていくんですけど、まあ、どっちかにこう切りながら、でアライメント調整するときは必ず真上から見てください。真上から見ると、人間の目の錯覚があるので、こう徐々に
まあ割と平行に近いかな。あまり大きく動かさないように、まあ、4分の1回転ぐらい。逆もね、左右同じ感じでね、同じぐらいの方がいいかな。はい。で、まあ、結果巻くとこ巻かなくなったよ。じゃあまずこれがスタート地点。ようやくスタートですね。やっとだね。ようやくスタートですね。なかなか大変なんだよね。大変ですね。はい。じゃあちょっと力だね。ジャイロとサーボとセットしていきましょう。はい。でこれがおそらく GYD550 の初期値で、まあ、こんな感じになってるんですけど、ダンパーとダンパーポイント、これも、ハンチングを抑えたり、動きを抑制するような方向の動きなんで、はい、じゃあちょっとまずダンパー初期値のまま、さっきもそんなにハンチング出てなかったから、そこまで出てなかったから、ストレート走ってる時にフロントのステアリングがプルプルプルってなった場合はこの数値を上げてください。この数値をね。で細かく言うといろいろあるんですけど、まあ、基本的にはまあ両方ちょこっとずつ上げるような、この前の動画で上がってるよね。そうそう、大体イメージかな、っていうところ、で、次 ST コントロールゲインとテールスライドスピードってなって、この2つを大体いじることが多いです。あとジャイロゲインか、ジャイロゲージね。で ST コントロールゲインってこれステアリングコントロールゲインなんで、この数字が高ければ高いほどジャイロが効いた状態でこのステアリングをこういじった時に、車が反応しやすくなる。数字が低い、良くなるのかな。そうレスポンスがいいイメージで、この数値が低いと途中でこうバンバン動かしても、どっちかというとジャイロが優勢になって安定してジャイロの力でカウンターが当たったまま旋回していく感じで、テールスライドスピードは、このお尻がこのバッてお尻が出た時にカウンターがどう当たるか、でテールスライドスピードが高いとバッてお尻が出やすいので、出たなって言ってからカウンターが当たるイメージ、でこの数字が低いとニュルニュルニュルって出る感じになります、ということはもうジャイロが感知した瞬間にすぐカウンターを当て始めて、お尻が出た量に、従ってカウンターを勝手に当てていくようなイメージ、だからニューッとお尻が出る感じになります、一回ちょっとこのテールスライドを下げてみましょうか。バーッと下げてみようか。例えば65とか、はい、でこれで乗ってみてください。そうだね。お尻が電気ゆっくりになってる。まったりあんまりケツ振らなくなったよね。パキンというのはなくなったよね。今65にしたんで、かなりこう車がまったり乗ってる感じで、まあ逆に言うと乗りやすい感じ、じゃあ今度この数字を一気に上げちゃおう。上げてみる。100 もうちょっとね、分かるように極端に。そうだね、極端にね。で160に上げたんで、多分パキッと出ると思う。下手するとケツが追い越すか、スピンだね。じゃないかな。どんだけ違うかを。そうだね。レッツゴー。おお、ケツ追い越した。おお、ケツ追い越した。うわー、ケツ追い越した。おお、これはダメだ。次は120に戻して、でこれじゃあステアリングコントロールゲインを一回すごい下げてみよう。どうなるか。はい、じゃあやってみましょう。でもさっきよりあれだね、燃えてるね。はい、はい、まあ今5に下げたんで、かなりジャイロが強く出る感じ、なので手でこう触っちゃってもジャイロ優先で安定したドリフトができるようなイメージになります。
今度ステアリングコントロールゲイン60に上げてみました。上げたね。じゃあこれどうなるか。一回じゃあ戻してみますか。まあなかなかよくできてて、その初期値って全然そのままでも乗れちゃう。乗れるね。全然大丈夫。初心者なんかそれでも乗れちゃう感じ。あとはそのドライバー本人がそこからどっちに持ってきたいか、ちょっとフロントピクピクしちゃうなって時は、ST コントロールゲイン下げる。でもうちょっとこう自分の手でパキパキ繰り返したいなっていう時はちょっと上げる。でテールスライドはその進入の時のこのパッてお尻出た時に後ろが追い越しちゃうかまったりすぎるかでこの数字を上げたり下げたりしてちょっとやってみます。どうしたい？そうだね。今の乗った感じだと頭に入ったからこれでいいかもしれない。はい。じゃあほぼ初期値だね。ほぼ初期値。ほぼ初期値だね。案外優秀ね。優秀だね550。おお。ほら良さげだね。まあなんとなく似た感じなんだけどまだちょっとピクピクが手で出てるかなと思うのでちょっと下げてみようかなと思います。でテールスライドは結構出がまったりなんで、まあもうちょっと上げてもいいかな。5ずつぐらい。ここら辺からもう微調整に入っていくわけだね。そうであんまり10とか20変えないで、まあ最終的には本当に2とか123ぐらいいじるのがいいんだけど、まあ、まず最初は5ぐらい変えて15の125でこれでいってみましょう。分かりやすいからね。そうそう。煽られております。煽られております。プレッシャーに負けるな。プレッシャーに負けるな。プレッシャーに負けるな。まずちょっとまだちょっとピクピク出てるんで、こいつを12ぐらいまで下げます。でお尻が出るスピードはなんとなく良さそうなんだけど、全体的にコーナーでアウトにはらんでってる感じがするので、原因をちょっと下げます。原因が強ければ強いほど車は外に飛んで、要するにジャイロが効くので車が外に飛んでいくイメージ。下げると車が内側に巻く、ジャイロが効かなくてカウンターが当たらないから車が内側に巻いちゃう。またらスピンしやすくなっちゃうんで、今75なので68ぐらいまでちょっと大きく下げてみましょう。はい、じゃあ60。でまあ、今68で、15、15、12、125っていう数値になります。であとはまあちょっと走りながら、まあ、コースとか路面の食ってる路面のグリップ感、結局ドライバーのあと好みになっちゃうんだよね。そう、あとはそうハイスピードコースと細かいコースでまた変わってくるし、だその辺を、まあ、自分がこういうコースに行ったらここを下げる上げる原因を上げる下げるっていうのをなんとなく自分の中でいろいろ試してルール作ってあげて、まあ、行った時に試すようなイメージかな。でそのコースに走りやすいようなセットを自分で見つけていく。そう出せればそうね、いいよね。
では基本的にやっぱ初心者はジャイロのゲインは上げ目で、まあ75とか下手したら80とかでも全然大丈夫、もっと上げてもいいと思うし、そうすると割とオートマチックにドリフトできる、ただパキパキ繰り返ししたり、ツイストで後ろをどんどんこうなんで差し込んでいくような動きはやりづらくなっちゃうので、まあ上級者の方は大体ゲインを下げて、50とか60とか、下手したらもっと低い人ももっと低い人もいるし、正解はないです、なんで自分の好み探してもらって、自分の好みでいい。ただ傾向的には初心者は上げて上級者はちょっと下げ気味っていうのがまあ多いかなと思います。慣れてきたらね、徐々に下げていけばいいんだから。そうだから ST コントロールゲインとかも60とか80とかの人もいるしね、そういるテールスライダーも全然80とかにして、自分でパキパキ振れる人はこのジャイロに頼ったパキンじゃなくて自分の手でパキパキ出しちゃうから、そういうのもありだね。ただまあここの項目さえ大体覚えてれば、あとはね、そうちょっとね、どの車にもこの数字が合うってわけじゃないんだけど、こういう動きの時にはこの数値はこっち方向みたいなところが伝わればいいかなと思います。お勉強になったね。お勉強になりましたね。お勉強になったね。車によって数値は変わりますし、好みもあると思いますが、少しでも初心者の方の参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。